Look out, here she comes, the woman that I love. 皆さんこんにちは、山上アリシャです。今日はね、いつもと違ってドライブしています今日すっごい天気いいのだから、ちょっとドライブがてらに朝ごはんを買いに行きたいと思います。それでね、朝ごはんって言っても結構ね、洗濯物とかいろいろしてたらもうランチ前です。もう11時過ぎちゃっただからモーニングではないんだけどブランチをねしたいと思うんですけど、有名なパシフィックドライブインに行きたいと思います。本当はねもっと早く出て、なんかモーニングメニューとかもねあるらしいんだけど、私意外と行ったことがなくて、撮影とかではテイクアウトとかでねランチでいただいたりとかはあるんだけど、実際の店舗には行ったことがなかったので超楽しみ何頼もうかな、いろいろあるからさ悩むんだよね。定番のさガーリックシュリンプとかもあれば、パンケーキもすごい有名だよね。今朝めっちゃ動いてたからさ、お腹がもうペッコペコなのよ。ほんと何にしよう。何がいいかな。やっぱ一人だとねそんないっぱい頼めないからネックだよね月曜日だからどうかな、混んでないかな。すごいやっぱり混んでるイメージがあるからさ、どうしましょう。めっちゃ混んでたら。この間ねディズニーランドに私初めて行ってきたの楽しかった。めっちゃ楽しかった。友達とねいっぱいで行ったんだけど、なんであんな夢の国ってすごいんだろうね。私さビーズのバッグで行ったんだけど、ビーズのバッグのストラップがさ歩いてる途中にさパチンって切れちゃって、もうほんとさその時一瞬もうほんと時が止まったんだけど、はって思った時にはもういろんな人がねみんなもうピックアップしに来てくれてて、なんかパールみたいなビーズをもうみんなさなんか笑顔でさわーとか言いながらさ拾え拾えみたいなすごいみんな優しくてほっこりしました話変わるんだけどさ、今日ドライブしようと思ったのもさ、私結構趣味でドライブするのね。朝早くから運転したりとかもあるし、普通に都内の方まで仕事のためにね運転したりとかもするんだけど、なんかそれを人に言うとすごいびっくりされるの。運転するのみたいな運転できるのみたいな感じでいつも言われてて、でもね運転免許証も取ったのも私日本に来てからだから最近っちゃ最近なんだけど、カナダでは18歳の時から免許取れるんだけど、なかなかさそれがまた日本と全然違うシステムで結構ね取るのが大変なの。18歳から取れるからいいよねとか結構言われることもあるんだけど、18歳で最初のねテストがあって、それが筆記テストなので、一発目から筆記テストでもうそのまま受けたい日に直接行ったら受けさせてもらうんだけど、でそれにパスしたら1個目の免許がもらえるの。1個目はって思うでしょ。仮免みたいな感じなんだけど、その免許を持てると L っていうんだけど、 Learners の L なんだけど、25歳以上の人と運転をし始めれる25歳以上の免許持ってる人が隣に座ってないと運転できないのね。でそれプラス運転できる時間も決まってるの。なんか夜中とかには運転できない感じで、それが取れます。でそれをね1年間持っとかなきゃいけないの。その最初の筆記テストパスしたら、だいたい日本みたいにドライビングスクールに入る人もいれば、親戚とかそういう自分の周りに25歳以上で免許持ってる人に教えてもらうっていうパターンもあって、結構ね私の周りでは学校に行くよりそうやってなんていうの、周りに教えてもらうっていう人の方が多くて、でその場合自分の車も持ってなきゃいけないのか、その人の車を借りるか。だからさ私もその L までは持ってたんだけど、教えてもらえる人が周りにいなくてずっと L だったんだよねL を1年間持った人はもう1個テストを受けれて、それがね運転のテストなんだけど、それをパスしたらやっと N っ
っていう免許がもらえるの。その N っていう免許はね、確かね2年間持っとかなきゃいけないの。めっちゃ長くない？でそれプラスそこからはね1人でも運転できるようになって、もう1人だけ助手席にね乗せれることになるんだけど、2年間持っとかなきゃいけなくて、それが2年間終わったらまたテストを受けて運転のね、でそれにパスしたらやっとフルのねちゃんとした本免許がもらえるわけですよ。長くない？テスト3回受けて3年もかかるの。だから18歳で免許を取れるけど、実際に本免許になるまでは21になってるのよ。だからさ、私もそれでさ、教えてもらえる人がいなかったから、ずっと L で免許もう ID 代わりにしか使ってなかった免許で、取る気は全然なかったんだけど、取るとしたらパッと日本で取るのもありなのかなって思って都内で取ったんだよね。でもそれもそれでさ、私そこまで日本語が、こんな喋ってるけど漢字とかすっごい苦手だからめっちゃ勉強したすっごい勉強した。私大体キャンセル待ちで行ってたから予約が取れなくて、もうキャンセル待ちの間はずっとその過去の問題をずーっとやって、先生にめっちゃ質問して、でもね運転してる時はね結構すごい褒めていただいて、すごい世間話いっぱいしてた。免許取ったらコストコに行ってとか言って先生とかいいね、サーモンとかいいよねとか言って超楽しかった。でもそんな感じでね、無事免許もこっちで取れて、やっぱ湘南だからさ、すごいサーフボード持って自転車とかバイク乗ってる人が多いね。すごい量の人がいるかもしれない。でも海がすごい見えてきた。到着しました。今はねご飯待ってるところでね、スムージーも買ってきたの。 PMG スムージー、パッションフルーツ、マンゴーとなんだろうこれ超美味しくてさ、ご飯来る前になくなっちゃう。戻ってきました。じゃーん、ロコモコにしました。美味しそうめっちゃいい香りする。でね、レジの隣でなんか美味しそうなね、大きいなんかクッキーだと私最初思ったんだけど、スコーンがあって、スコーンもね美味しそうだったので買ってきちゃいました。キュン、こんな感じ。めっちゃ大きいクッキーみたいじゃない？なんか全部にクリームチーズが入ってるらしくて、私はパイナップルとクリームチーズのものにしました。でね、スムージーも飲んでたと思うんですけど、全部飲み切っちゃった混んでるかなと思ったけどね、意外と大丈夫だった。割とすぐに注文できて思ったよりちょっと大きかったかも。いただきます。おいしい。最高だね。みんな知ってると思うけど、ご飯にハンバーグにマッシュドポテトに目玉焼きにグレイビーソースグレイビーソースとかさ、カナダにいた時はセンクスギビンとか、あとクリスマスにはさ必ず出てくるからさ、日本に来て割と久しぶりかも。サーファーさんたちがやっぱり多いからさ、駐車場は割と混んでて、ちょっとね遠めに止めたから、その間に固まっちゃったのかも。でも超美味しい今女性のサーファーがさ、もう出てきたばっかしなんだろうね。もう髪の毛とかも全部濡れたまんまで自転車乗ってたんだけど、超かっこよかった目で追っちゃったもんねいつか私もサーフィンしたいな。今はちょっとお仕事でね焼けちゃいけないからできないけど、いずれは
できたらだいぶ楽しいよね。海見えるね。今気づいた。めっちゃいいじゃん。サーファーもなんかちょうどここら辺にいたらいいのにね。波がないからな。すぐそこにはねいるんだけど。はーい、食べ終わりました。お腹いっぱい。美味しかった。今日も最後までね見てくれてありがとうございました。ちょっとランダムな Vlog にはなってしまったんですけれども、グッドボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それではまた。お腹いっぱいで。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。よし、運転して帰るぞ。